メキシコ第2の都市グアダラハラ。トラケバケに広がるアートな街並み最高。さらに市場のローカル感マックスのタコスもうますぎる。しかし治安が不安すぎた。バスはお釣りが帰ってこないし、ドアは開けっぱなし。真っ昼間から怪しい雰囲気。今回はグアダラハラの芸術、タコス、そして治安のリアルを実際のルートで紹介していきます。ポコ旅ライフ。グアダラハラはハリスコ州の州都、メキシコシティに次ぐメキシコ第2の都市とも呼ばれる大きな町です。歴史的な教会やコロニアル建築、さらには芸術の街トラケパケもある都市なんだって。グアダラハラの空港に到着しました。ここから市内のホテルへ向かうんですけど、早速問題が発生しました。ウーバーのアプリを見ると朝のラッシュのせいか思ったより高かったんですよね。だから予定を変更して今回はバスで市内を目指します。ただ支払いは現金のみとのことで、まず空港でメキシコペソを作ります。空港の両替所もあるんですけどレートが良くないので今回は ATM キャッシングにします。バスや地下鉄、ローカルなタコス屋で現金は必要になってくるんですよね。各銀行手数料を比較したんだけど、一番安かったのはバナメックスで手数料は 30.74 ペソでした。さて改めて空港から市内までバス移動にチャレンジしますか。案内板が出てるから分かりやすいですね。案内板に従って進むと FEDX フェデックスの建物が見えます。この建物を右手に進むといいんだって。お、人並んでるからあそこっぽいな。案内が親切だから分かりやすかったですね。無事バス乗り場は分かったものの、またもや問題発生。グアダラハラの公共交通機関はバスもメトロともに距離関係なく一律11ペソですが、お釣りが返ってこないんです。この時大きい紙幣しか持っていなかったので小銭に崩すよう言われました。空港にコンビニがあるそうなんで一旦崩しに戻るか。そもそもお釣りが出ないってどうなん？でも5に入っては5に従います。ちなみに IC カード、MY モビリダットカードっていうのかな？でも飲めるんだけど、空港で新規カードの販売はしてないらしいんです。だからおとなしく紙幣を崩します。で、出たー、メキシコの国民的コンビニ、丸バツバツ丸。正しくはオクソと読むメキシコ国民のもはやインフラ的コンビニ。クレジットカードも使えるのは助かるし、メキシコといえばのテキーラがコンビニにあるのはすごいですよね。さて無事10ペソ硬貨に崩せました。あとグアダラハラは水道水じゃなくてペットボトルでお水は飲んでくださいね。皆さんがグアダラハラでバスに乗られる際は乗り場に行く前に先に買い物して崩しておくと楽だと思います。さて乗り場に戻ってきましたが、現地の方々服装がダウンジャケットだったり半袖だったりとまちまちですよね。実はグアダラハラって年間平均気温は約21度らしいんですけど、標高は高くてしかも1日で寒暖差もある都市なんですよ。だから上着や脱ぎ着できる玉ねぎスタイルがおすすめです。さてセントロと書かれたバスが来ました。これが市内行きの目印です。バスの運転手さんに10ペソ手渡しで乗車できました。椅子は黄色かつプラスチック製で葉っぱ付き。あ、開いてますねドア。確かに風が入ってきて気持ちいいけど開いてますねドア。特に閉まる様子もなく空港から出発です。風が気持ちいいというのは早速撤回します。空港周辺の道路は工事のせいで窓から入ってくる風が粉塵を大量に含んでおります。加えて排気ガスもものすごいです。鼻の奥がムズムズしてきた。目の粘膜もやられてかいい。さらに判明したことは IC カードはあそこでタッチすれば乗れるということです。チャージはコンビニが一番手軽なんだって。あと路上販売も結構多い都市なんですね。乗用車だけでなくバスにも売ってくれるみたいです。もはや販売しに乗られてきます。きっと道路とか公共交通機関で何か販売される方がいるというのはグアダラハラで日常の光景なんでしょうね。広告の食べ物がサルサ乗っけてる。さすがメキシコ。あと道はずっとガタガタです。車内ずっと揺れてます。特大貧乏ゆすりしてもバレないと思う。だからこの機会にめっちゃゆすっておきます。あとずっと見てるけど空港から工事は永遠と続いてますし、車も全く途切れないほど交通量も多いですね。メキシコといえばのコロニアル建築をバックに
グアダラハラの基本情報についてです。グアダラハラはメキシコ中西部に位置するハリスコ州の州都です。市単体の人口は約150万人だけど、周辺ベッドタウンを含めた都市圏としては約550万人が暮らすメキシコ第2の都市なんですよね。公用語はスペイン語、通貨はメキシコペソが使われています。お次は治安ですが、グアダラハラは外務省基準でレベル1。ただし、ハリスコ州は麻薬組織関連の事件もあるので、夜の単独行動などは避けてください。途中で物乞いの方も乗られてきたんですが、皆さんお金を渡したり、落としたものも拾ってあげたりしてますね。人情味があって優しいメキシコの方たちだなと思いました。なんやかんや1時間ぐらいかかりました。ちょっとメキシコのローカルのバスの現状を一部分だけ知れた感じでしたね。今私がいる位置はここの辺りを観光しようと思っているので、バスでそこそこ近くまで来れました。早速ホテルに向かいます。まず目につくのが落書きの多さなんですよね。それだけでね、治安が悪いのかなって緊張してきちゃうアタスなんです。このバスも年季入ってるな。あとね、市内着いてもちょっと空気悪いですね。高地の薄い空気を必死に私の肺が吸い込んでいるせいで、喉がイガイガです。ここで一旦セブンを見て不安な気持ちが回復。宿に着いたはいいものの緊急事態発生です。今日の宿はオクソコンビニの上の宿なんですけど、オーナーさんからメールが来てなくて、ピンコードがわかんないから入れないんですよね。いや、困ったね。前日までには教えるって言ってくださってたんですけどね。とりあえず連絡が来るまで宿周辺を撮影してます。きっと店主は日本好きなグアダラハラ服屋さんも発見。いやー、またも緊急事態発生です。ひったくられかけました。さっき不老者の男性が私めがけて走ってきて、私が気づいて目が合った瞬間、ニヤニヤして去っていったんですよ。あの動きはカメラが荷物を狙ってたと思う。いや、怖いって。動機収まらんしさ、宿も入れなくて貴重品も置けないからさ、狙ってくださいって言ってるようなもんなんですよね、これ。いやー、荷物背負って観光しようかなって思ってたんですけど、さっき荷物取られかけ事件もあったし、なんだか向こう側に立ってる方たちも怪しげな雰囲気あるし、やっぱ宿前で待つか。行きたいのは私もその宿なんです。お姉さんピンコード教えてください。みんな見える？あの方ショットガン構えてます。おそらくお店にお金を回収しに来た警備の方だと思うんですが、立て続けにグアダラハラの治安の不安定さを目の当たりにしております。宿に着いてから40分後、オーナーさんと連絡が取れました。あれ？なんか、めっちゃ綺麗なんだけど。ピンコードを解除して入ってきたらめっちゃ綺麗なテラスがありました。もはや安全地帯はここだけ。清掃はまだらしいんで、荷物だけ置いて旅立ちます。彼はゴミ回収のお兄ちゃんでした。あのカウベルをでかい音で鳴らして合図してるんですね。ゴミ収集車がめちゃくちゃ新しくてかっこいい。この辺両替所が並んでますね。この後もメキシコの都市を回る旅が続くんで、もう少しだけドルからペソに両替します。やっぱり街中の方が空港よりレートもいいですよね。上手に漕ぐね。落ちてるゴミは多いし、落書きも全然あるしって感じなので、引き続き警戒しながら街歩きは続けます。この教会はグアダラハラにおけるアウグスティノ会の活動拠点で、アウグスティノ会はフランシスコ会やドミニコ会と並び、メキシコでのカトリック布教に貢献したんだって。こちらはスペイン植民地時代の行政庁舎を改装した現在の州政府庁舎。目の前にある広場はプラダ・ドゥ・アルマス。プラタ・ドゥ・アルマスにあった真ん中のこのモニュメント、全体的に紫っぽくてディズニーヴィランみたいな感じなんだけど、何なんだろう、政治的主張？おしゃれ？紫のペイントボールが投げつけられちゃってますよね。いいことなのか悪いことなのか、ポンコツには判断ができません。メキシコ国民的薬局のキャラクター、ドクターシミに遊んでもらった。
歩いていると突然視界に入ってくる大聖堂、テンション上がりますね。太陽が強くなってきた。カテドラルもとっても綺麗です。でかすぎて入んねー。地震で修復を繰り返すたびに複数の建築様式が融合した独特な教会になったんだって。どうしたの？そんなお顔して苦虫噛みつぶしちゃった？隣には補助教会もあるんです。上で丸く囲んでるステンドグラスも雰囲気あるし、パステルピンクで可愛らしい内装ですね。暑くなってきて噴水で子供も涼んでいます。ハリスコ州の偉人たちを称える円形記念碑。17本の円柱に囲まれ、著名人の銅像、表像も並んでるんだって。さすが2026年ワールドカップ開催グアダラハラ、サッカーに関するイベントもやってるっぽい。後ろには面白そうなものも続いてます。串焼きされた石の大量展示。噛んだら歯がボロボロになっちまう。歩いてたらアートなものがバンバン出てくる。グアダラハラって芸術の街とも呼ばれてるゆえんが分かったわ。高評価、チャンネル登録、お願いします。お願いします。美術作品としてだけじゃなくて、ある種の展望台としても機能してるから、この頭部気に入った。あのカテドラルは街を歩いてても常に顔を出してくるくらい大きくて、もはやグアダラハラのシンボルだね。あとこの街治安が不安ではあるけど、道はきちんとコンクリートに覆われてるし、店も人も多いですし都会ですよね。そんで歩いてればたまにアートが顔を覗かせてくる粋な街。でも教会もちゃんとあるから、今風な街ではあるけど歴史的な要素も感じられます。さらに高所特有のひんやりとした空気も吸えるんだけど、交通量のせいで排気ガスが混ざっちゃって粘膜はイガイガする。今んとこのグアダラハラの印象だよ、おばさん。まあ、語りきるにはまだ早いですよね。本場メキシコタコス食ってからグアダラハラ語れよって感じですよね。そしてこれメキシコと言ったらタコスだよね。治安面ではかなり気を張るグアダラハラなんだけど、市場に入ってからこのローカル感最高よ。市場というよりタコス屋さんプラス雑貨屋さんがある屋内モールっていう感じかな。タコスリーゴスさんの口コミが良さそうだったんで、ここにトライします。とりあえずチーズが入ってない私はタコス好きなんで、タコスのバルバコアと今まで中米で食べてきた揚げ肉入りのものにします。これ揚げた肉のやつ。おー、これが本場のメキシコタコス。うまっ。シンプルな味付けだけど、厚切りベーコンって感じの肉とトルティーヤを揚げてくれてるから、一口一口の重厚感がすごい。本当にうまい。ダイエットペプシも来ました。デブポコちゃんだからね。うまい。ちょっとスパイシーな感じあんじゃん。コーラとかペプシって。その感じがタコスにぴったりだよね。そんでこれはバルバコア。パクチー分けてくれてんのに優しさを感じる。これ広げてみると、熱い。2枚使ってる生地の中にはバルバコアが入ってて、ここでお好みのサルサを加えて DIY するみたいですね。そしてタコスに欠かせないのはサルサだよね。本場メキシコグアダラハラタコス、サルサから気合入っとらすわ。さて、タコス DIY するか。なんか DIY セット見るに結構汁系が多いっすね。もう衛生面とかは知らん。これも手で取っていく。でちょっと色が変色しつつあるが絞っていく。みんな明日私が腹痛くならないことを祈っといてくれ。あんまり汁系やるとちょっとびちょびちょになっちゃうね。で、玉ねぎをたっぷり乗せていく。ちょっと物声の子が来てますが、私は今 DIY をしております。まあ、パクチーも入れましょうか。オラ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 。できたとこもう、これもめちゃくちゃ味が濃いとかっていうのはなくて、すごいシンプルですね。かけたのが良かったのか、辛いとかもないかな。パクチーが全く臭くないので、もう全部入れようと思います。そんなにパクチー党じゃないんですけどね、私。
パクチー嫌いはグアダラハラで治る。こんなたっぷりパクチー入ってたら、日本だったらひよっちゃうけど、これがまたうまいんだ。全然臭くないのがすごいっすね。さすが本場、タコスの国。このモールのお店、ほぼアルコールの提供はしてないみたいで、みんなタコスをコーラかペプシで流し込んでました。Gracias. 128ペソ。これで1000円くらい。メキシコは最初から税込み 16% で明朗会計。チップはお釣りの小銭なんかを置きます。車もプップ行ってます。みんなも来るとき気をつけてね。今から地下鉄に乗ってトラケバケの方に向かおうと思います。よく見たらアステカ大学がある。勉強頑張ってますか？この地下鉄駅で電車に乗ってトラケバケへ向かいます。メトロもバスと同じくどこまで乗っても一律11ペソ。かつお釣りがもらえないのも同じです。またこの券売機で IC カードを30ペソで購入してチャージもできます。券売機への支払いは現金のみなんだって。バスは運転手の方に手渡しだったからお釣りがチップになるってのはわかるけど、券売機もお釣り出ないのはびっくりポコちゃんです。でも5に入っては5に従います。アーシャ5ひろみ。超満員です。頑張って乗っていきます。着きました。ちょっと歩くんですけど、観光客がよく行く街があるそうなので、歩くポコちゃんです。壁にカラフルな原色でメキシコとか書いてると、見てるこっちも元気になってくるポコ。そりゃ道端にパイナップル、ピーニャも落ちてるよね。伝統的な市場であるウアレス市場は地元の生活文化と庶民の味を体験できるローカル食豊かなマーケット。本当に観光客向けじゃなくて地元の方が来られてる感じですね。トラケパケまでもうちょっとだポコ。お次は教会が見えてきました。トラケパケの一発目は、まずは町の由来にもなっているサンペドロ教会からです。トラケパケって正式名称がサンペドロトラケパケって言うんだけど、こちらのサンペドロ教会がこの町の名前の由来なんだって。教会の目の前には、こういう広場がよくあるんですね。ヒダルゴ庭園って言うんだって。そして庭園のど真ん中に、こういうモニュメントをさっきから作りがちですよね。ほら。グアダラハラは1542年にスペイン人が作った町なんだけど、対スペインの独立戦争ではこちらの英雄イダルゴ神父がメキシコ人たちの奴隷解放を宣言したんだって。この教会すぐ近くのこの通り、トラケパケのメイン通り、お店だったりが並んでいて、こういうアートな可愛いおじさんの像とかもいるんだって。トラケパケの本領発揮、ポンコツも歩けばアートにぶち当たるこの街。なるほどね。こういうのがバンバンあるっぽい。この銅像たち、トラケパケ出身のアーティストが作ったもので、こちらがそのうちの一人のギャラリーなんだって。犬を抱えたメキシコ版金太郎。これ折り鶴に乗ってるし、このバスにひしめき合ってる感じ、ジブリっぽい。ところどころ日本のカルチャーを感じるように思うし、この手すりひたすらおじさんが自転車で登っててめちゃくちゃ可愛いしセンスあるって感じ。ワンチーと一緒に星をキャッチする少年。標高は1500メートルあって高い場所にあるんですけど、太陽が近くにあるので日差しも強く感じます。これとかリアルの植物とうまく融合させてる。何か食べようとしてるんだね。メキシコタコス食べた後のお散歩にぴったりなアートあふれる場所、トラケパケですね。メキシコといえばプロレス、マスクがいっぱい売られてます。そういうお土産も充実してます。こういう食器とかも並んでるんで好きな人にはいいと思う。路上の芸術作品周辺にそのアーティストのギャラリーがあるって感じなんですね。この方はガンダム好きなんだろうな。あとトラケパケは交通量も排気ガスもゴミも少ないからセントロより歩きやすいですね。しかも道端の芸術作品はセントロよりマシマシで映えるから見ていて飽きない。おしゃれなんでぜひここでご飯もいただきたいんですけど、例えばパスタなんかは一番上のブラックパスタ2400円はするんですね。おしゃれと引き換えに価格は高くなってるここ。
こんだけアートなものが並んでると、さっきの動いてくれた人、全然違和感ないですよね。ほら、また何か見えてきました。人を運んでいる巨人？それとも小人を運んでいる普通の人？頑張れ、落ちるな、落ちるな。そんでね、まだまだあるんですよ。ほんとすごい街だね。何やらモニュメントがあるなと思い、音楽があるなと思い、踊っている子たちを見つけました。トラケパケモニュメントからのダンス。原色カラーで陽気な方々。これがメキシコのイメージだよね。素晴らしい芸術ラッシュ。これがトラケパケか。前日、メキシコシティで空港泊が災いしたのか疲れが出てきています。一旦ホテルに帰って休憩しようと思います。清掃が終わった本日の部屋です。トイレバスは個室にあって、タオルはついてて、ドライヤーもついてる。アメニティはなし、ウェットティッシュみたいなものがあって、そしてシャワールームはソープ類はあります。取り外せるタイプのシャワーではなくて固定式。耳栓もありますね。お水は瓶に入ってます。なるほどね。朝のお姉さんたちは部屋のバルコニーからセントロを見下ろしていたわけなのね。面白かったらチャンネル登録もお願いします。おはようございます。爆睡してたら8時26分。タコスを食べに行くか、それとも下の丸××丸で簡単に済ませちゃうか迷うな。自転車の警察の方は一応巡回してくれてるみたいですけど、ちょっと迷うよね。外出たら寒い。昼と夜の寒暖差えぐいっすね。みんな上着は持ってくるんだよ。ちょっとだけ歩いて、このハンバーガー屋さんみたいなところに来ました。ちょっと爆音すぎるかな。扉の前まで行ったくせに店に入らず帰宅中です。実は映せてなかったんですが、すでにこの周辺の路上で客待ちをしていると見られる女性もちらほら見かけていてですね、飲食店に来るまでの道がすでに怖かったんですよね。だから警戒して店にも入らないことにしました。夜の飲食店の様子をね、みんなに紹介したかったんだけどね、すでに朝ひったくられかけたり、そういった経験もあってか、より警戒しちゃってますね。ホテルすぐ下のオクソコンビニまで帰還しました。モンスターのメキシコエディション。アメリカ大陸の人たち、ほら、大好き。ポンコツも大好き。日本だったらカルディにしかなさそうなトルティーヤがコンビニでも売ってんのすげえ。これってタコスがメキシコの方にとってそれだけ身近な食べ物ってことですよね。でもお菓子類トルティーヤは充実してるんだけど、お弁当的なお腹にたまりそうなものはないから撤退。っていうかホテル向かい側にピザ屋さんあんじゃん。閉店前とのことでありがたくテイクアウトさせていただきます。温めてくれんの嬉しい。優しい。今回は無理せずホテルでピザパーティーだポコ。めっちゃ腹減った。疲れた。まずは三角お肉のピザから。うまっ。三角の肉はハムで、塩はしっかりめですね。生地の表面はカリカリなんだけど、噛むともちもちしてるから食べ応えあるわ。腹減ってるから助かるよね。チーズもジャンキーな濃厚さがある。最高。丸いお肉はサラミで、ピザの生地とかチーズの感じは一緒。肉が違うだけですね。最後まで飽きずに食べたいなら、もらった調味料で DIY してもいいかも。グアダラハラはタコスよし、芸術よしって感じだったんですけど、治安のギャップにちょっと驚いてしまいましたね。今無事にピザを食べられてることに安心感を覚えているポンコツです。明日は早起きしてグアナハトへ向かいます。おやすみなさい。うわー、ミスってた。今から行くグアナハト行きのチケット、朝6時台のチケットじゃなくて、夜18時台のチケット取ってた。うわー、ミスったポコ。でも結局、朝グアナハトに行くってのは変えたくないので、このまま現地に行って、現地購入して行こうと思います。昨日も使った地下鉄に到着です。調べたところによると、朝5時から動いてるらしいので、乗って向かっていこうと思います。10ペソ投入して、
機械が詰まってチケットが出なかったら、係の人が通してくれました。地下鉄は携帯の電波取らないですね。何かあったら地上で調べないといけないし、係の人に尋ねたりしないといけないですね。普通に乗ってる人多いですね。みんな早起きして通勤通学頑張られてます。駅は上田原セントロから乗って最終のセントラルで大手バスイズです。駅を出てすぐのところにバスターミナルがあるんですけど、今回使うバス会社はここからもう少しだけ歩いた別のバスターミナルにあるんですよね。バス強盗の話も調べてると出てくるんですよね。なので安全を買うために最高級クラスの ETN プレミアプラスのバスチケットを買うことをネットではお勧めされています。ETN やプレミアプラスは止まるバス停数が少ないので襲われるリスクが減るそうです。走ってる途中に止められて強盗されたら終わりなんですけどね。終わりたくない僕。ちなみに ETN もプレミアプラスもネットで購入することができてネットの方が少し安いです。今回は ETN チケットよりプレミラプラスの方がチケットが安かったのでプレミラプラスのバスに乗ります。そもそも7時発のバス買えるのかっていう問題なんですけどトライしていきます。いっぱいですとかやったらどうしようかな。やったー！チケットカウンターで Google 翻訳を駆使しながら事情を説明したらめっちゃ速攻で変えてくれました。おそらく払い戻し不可のチケットだったので変更もできなかったはずなんですけど、お姉さんが気を利かしてやってくれたんじゃないかと踏んでいます。いや、とにかく助かった。グラシャース。7時前ですが飲食店は一部営業中です。トイレは1回7ペソで有料でした。土地の関係上的にグアダラハラ、レオン、グアナハとサンミゲルデアジェンデって地図では並んでるので、グアナハと経由のサンミゲルデアジェンデ行きのバスだと思うんですけど、でですね、荷物の積載が始まりました。預けた荷物が降りようとした時になかったみたいな記事も読んだので、ロストバゲッジを恐れて荷物は持ち込むつもりです。木製の感じですね、床は。座席は2列2列で結構しっかりとした椅子です。一応液晶画面、USB ポート2つに、間取りは広めですね。私が短足だからってのもあるかもしれない。あとはイヤホンが入ってた。これなんだ？これなんだ？これの使い方が想像と違って、ふくらはぎを青いとこに置いて、黒いとこに靴が来る感じですね。要するにこういうことですね。短足だと届かねえ。足が長い人にはいいかもしれない。USB ポートは充電できない。エンジンがかかったら液晶画面がついて充電もできるようになりました。なんかすごい似た感じ。Bluetooth マークとかもあるし。今イヤホン持ってないんですけど、これ繋げられそうですね。これから約4時間のバス乗車です。バス内は昨日乗った空港から中心地域のバスと違って全面締め切りなので空気の悪さはないです。あとバス内が乾燥してる感じもないです。これが飛行機と違っていいところですね。飛行機のトイレと似たような感じです。こんな揺れるからさ、ちょっと怖いですよね。揺れが赤ちゃん落ちないように。英語表示設定に変えても音声がスペイン語のままです。Wi-Fi パスワードを入力して繋がったはずなんですが、繋がらないです。あとは位置情報サービスもありますが、バグって使用できません。ゲームも遊べますが、揺れすぎて車酔いしそう。でも隣の方がやってるゼルダの伝説は、この揺れも忘れるほど夢中になるみたいだ。7時発ということもあり、バス内はカーテン締め切りのお休みモード。ポンコツも便乗して寝ることにします。レオンの駅に着きました。ほぼ8割方レオンで降りました。けど待ってる人も結構多いんで、満席近くまたなると思います。10時23分、出発です。4時間ほどの乗車予定なので、あと40分もしないで着くのかな。そろそろグアナハトに着くので、グアダラハラを振り返ります。もうタコスは抜群に美味しかったですし、遊び心ある芸術作品が目立つ都市でしたよね。メキシコならではのノリのいい陽気さもあったり、誰かに対する優しさもあったりしたんですけど、十分警戒しながら観光すべき都市だなとも思いました。ようこそ。バス無事にグアナハトに着きそうです。事故もバスジャックもなくて安心でした。11時18分、
ちょっと遅れましたが、グアナハトに到着です。次回はリメンバーミーみたいな街、グアナハト編です。ポコ旅ライフ。このチャンネルでは日本や海外を旅して観光、飲食する様子を配信してます。皆さんいつもありがとうございます。高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。